私の幼馴染、エイブリー・ジョンソンの叔父、オスカー・ハンターは自殺した。彼の死後、誰かが彼の引き出しから数百通の未送付のラブレターを発見した。一通一通はすべて私宛てだった。だから、この二度目の人生で、母が幼馴染のエイブリーと結婚したいと聞いたとき、私は首を振り、断固として彼の叔父、オスカーとの結婚を選んだ。私には秘密がある私は生まれ変わっていたのだ。前世では、私は幼馴染のエイブリーとの結婚を選んだ。しかし、結婚後、エイブリーは頻繁に家を空けた。後に、私が妊娠中に深刻な出血を起こしたとき、彼は家が停電して怖いという彼の初恋の人、ステラロックの一言で、危険な状態の私を置き去りにした。彼はためらいもなく去っていった。結局、私の体内の子も私も出血多量で命を落とした。私の死後、エイブリーは一雫の涙も流さなかった。彼は私の死がステラとの旅行計画を台無しにしたとさえ愚痴った。私が奇跡的に再び目を開けたとき、与えられた二度目のチャンス、それは母が私に誰と結婚したいか聞いたあの日に戻っていた。1、アマンダ・ブラウン、本当によく考えたの？あなたとエイブリーは幼い頃から一緒だったのに、本当に彼のオスカーおじさんと結婚する気なの？母の繰り返す問いに、私は一貫してこう答えた。ええ、覚悟はできてる。わかった、あなたが本当に彼を愛しているならね。パパと私はすぐにあなたの結婚式の準備を始めるわ。母は私以上に気が早かった。その日のうちにオスカーの意向を確かめに行き、承諾を得ると、すぐにウェディングプランナーに野外会場を予約しに行った。結婚式場を予約してすぐ、エイブリーから電話があった。彼の声は苛立たしさに満ちていた。アマンダ、恥知らずなのか？最初は親同士に結婚話を押し付けておいて、今度はこっそり結婚式場まで予約するなんて、女としての慎みはないのか？そんなに結婚したくてたまらないのか？アマンダ、お前の必死で安っぽい振る舞いは俺に心底嫌悪感を抱かせる。私は唇をきつく結び、少し間を置いてから説明した。エイブリー、私は根性であなたと結婚するつもりは最初からなかった。私が結婚したいのは。しかし彼は私が言い終える機会も与えず、冷ややかな笑い声で遮った。アマンダ、ついに欲取りここ縁の手を使うことを覚えたのか。もっと早くお前の本性を見抜くべきだったな。お前がどれだけ完璧に式を計画したところで何の意味がある？俺はステラを愛している。結婚するのは彼女だけだ。俺の心はすべてステラのものだ。お前の哀れな行動は俺を心底嫌悪させるだけだ。そう言うと、彼は電話を切り、私に言い訳もさせてくれなかった。仕方ない。すぐに私が彼と結婚するつもりは全くなかったことに彼も気づくだろう。私の家とジョンソン家は代々親密な付き合いで、家同士の結びつきを重んじる家柄だった。エイブリーと私は同じ団地で育ち、まさに幼馴染で何でも分かち合う間柄だった。あの年、クリスマスを祝った後、両親は私たちの結婚を決め、家同士の伝統的な縁組に従った。しかし前世では、彼は突然婚約破棄を申し出て、別の女性と結婚すると言い出した。私が承諾しなかったため、大喧嘩になった。望み通りにエイブリーと結婚はしたものの、結婚後は彼はほとんど家に帰ってこず、やっと妊娠した時には、彼はステラのもとに居を構え、家族の集まり以外ではほとんど会えなかった。出産が近づいた頃、家の長老が無理やりにでも家に戻すように言い、仕方なく戻ったものの、戻った初日、私たちは激しく口論し、それが原因で私は深刻な出血を起こした。私は恐怖でエイブリーに病院に連れて行ってくれるよう哀願したが、
ステラからの一本の電話で、彼はあっさりと私を置いて去っていった。結局、私の体内の子も私も命を落とした。私のかわいそうな赤ちゃんは、この世を見る機会さえ与えられなかったのだ。私の死後、エイブリーは私の葬式にも出席せず、すぐにステラを連れて旅行に出かけた。私の両親は悲嘆に暮れ、病気がちになり、間もなく他界した。私の家の資産は最終的にエイブリーの手に渡り、彼とステラは子孫に囲まれながら共に白髪になるまで添い遂げた。前世、エイブリーとの結婚を選んだ私の選択は、取り返しのつかない悲劇を招き、家族も命も失う結果となった。根性では、絶対に同じ過ちを犯してはならない。本当に私を愛してくれる人を守らなければ。2、結婚式場が決まると、母は私にウェディングドレスの選択をせかした。オスカー・ハンターはすでに海外で結婚指輪を選んでいて、それは国際的に著名なデザイナーによる特注品だった。彼は海外で商談中ですぐには戻れないため、お詫びとしてブラックカードを送ってよこした。私はクリスマスに最新作のウェディングドレスを予約してあった。それは高級ブランドの品で、今朝航空便で届いたばかりだった。店員がフィッティングに誘ってくれるよう電話をかけてきた。しかし、ブライダルサロンに入ると、待合席にエイブリーが座っているのが見えた。彼が顔を上げて私を見つめ、すぐに眉を潜めた。お前、ここで何してる？私はそっと答えた。ウェディングドレスを試着しに来たの。多分、私の表情が冷静すぎたのだろう。彼は一瞬驚いたように見えた後、嘲笑した。アマンダ、この世に男は俺だけじゃないのか？どうしても俺と結婚しなきゃいけないのか？私は目の前のこのあまりにも見慣れた顔をじっと見つめ、口元に苦笑いを浮かべた。腹痛で苦しむ私を背負い、土砂降りの雨の中を必死に走ったあのエイブリーと、今のこの男をどうしても重ねられなかった。ステラが現れて以来、彼はもはや私を大切に守ってくれたあのエイブリーではなかった。幸い、根性では、ついに彼と縁を切ることができた。私は冷静に彼を見つめ、冷たく言い放った。エイブリー、言ったでしょう、私はあなたとは結婚しない。あなたの言う通り、世の中には他にも男の人はいる。もうあなたにしがみついたりしない。そう言うと、私は彼を二度と見ずに、まっすぐにウェディングドレスの展示コーナーへ歩いて行った。しかし、まだ遠くへ行く前に、エイブリーが突然私の手首を掴んだ。素早く乱暴な動きで、その口調は厳しかった。アマンダ。一体何をしたいんだ？私は振りほどこうとしたが、彼の握力は強かった。私は仕方なくため息をついた。エイブリー、あなたはどうしたいの？根性では二度とあなたとは結婚したくない、もう邪魔しないって言ったでしょ？それはまさにあなたの望みじゃないの？彼は冷たい笑みを浮かべて私を睨みつけた。わざわざ今日、ウェディングドレスを試着しに来て、俺と結婚しないだって？彼は試着室の方を見やり、その目は愛おしさで満ちていた。ステラだけが俺が愛する唯一の女性なんだ。諦めろ。昨夜、俺は家族にはっきり言った。婚約は破棄するって。たとえ家族全員が反対しても、どんな代償を払ってでもステラと結婚する。エイブリーの言う代償とは、単にジョンソン家が彼に与えてきたすべてを放棄することだった。彼は自分で会社を起こし、なかなか順調だったが、ジョンソン家の企業に比べれば取るに足らないものだった。私は礼儀正しく微笑み、そっと言った。そう、お二人の幸せをお祈りします。ご心配なく、私もすぐに別の人と結婚しますから、私たちの婚約はすでに無効ですよ。私はエイブリーに手を離すよう合図したが、彼は私をじっと見つめ、
私の手首を離そうとしなかった。アマンダ、今度はどんなゲームをしてるんだ？俺以外の誰と結婚するって言うんだ？手首が彼の握力で痛み、目に涙がにじんだ。ちょうどその時、ステラが出てきた。彼女は驚いたように声を上げた。エイブリー、あなたたち2人は何してるの？エイブリーはすぐに私の手を離し、ステラのもとへ駆け寄った。ステラが無意識に手を引っ込めると、彼はすぐに事情を理解し、口調を柔らかくして言った。すぐに洗面所で手をきれいに洗ってくるから待ってて。ステラと私は視線を合わせた。彼女の目には隠そうともしない軽蔑と勝利の色が満ちていた。その時、私は彼女が私が予約していたあのウェディングドレスを着ているのに気づいた。彼女について出てきた店員は慌てて言った。ロックさん、このドレスはすでに他のお客様がご予約されています。他のスタイルをご覧になっていただけませんでしょうか？今朝、航空便でいくつか新作が届いたばかりです。ステラは店員を怒って睨みつけ、厳しい口調で言った。私のフィアンセはジョンソン家の将来の後継者で、あなたのオーナーとも親しいの？私のフィアンセは、私が試着したいものは何でも試着していい。彼には支払う力があるって言ってるわ。それに、このドレスはただの予約でしょ。まだ購入されたわけじゃない。なぜ私が試着しちゃいけないの？彼女は悪意を持って私に向き直った。そうよね、アマンダ？結婚だって破棄できるんだから、ただ予約しただけのウェディングドレスなんて、なおさらでしょ？店員はようやく私の到着に気づき、泣きそうな顔だった。ブラウンさん、本当に申し訳ございません。このドレスは今朝届いたばかりで、しまう間もなくロックさんが試着なさってしまいまして。私は店員を困らせたくなかったし、何より他人が着たドレスはもう欲しくなかった。私は店員に気にしないように笑いかけた。大丈夫。ロックさんがお気に召したようなら、どうぞお譲りください。今朝、あなたの店の鎮店の宝も届きましたよね。あれを見せていただけますか？私はカバンの中のブラックカードを軽く叩いた。未来の夫がそんなに私にお金を使って欲しがっているのなら、今回はせいぜい彼の意に沿ってあげよう。エイブリーは私の言葉を聞きつけてちょうど良いタイミングで出てきた。彼は冷たく私を見た。アマンダ、恥をかくのはやめてくれないか？俺はステラと結婚するって言っただろう、お前じゃない。なぜそんな恥ずかしい真似をする？それに、あの鎮店の宝がいくらするか知ってるのか？1000万円だ。お前に払えるわけがないだろう？私は微笑み、ブラックカードを取り出して店員に手渡した。試着は結構です。これでお願いします。私は振り返らずにその場を去った。エイブリーの驚いた表情とステラの嫉妬に満ちた睨みつける視線を背に受けて。3. その夜、私はオスカーとビデオ通話をした。これは生まれ変わってから初めての対面での会話で少し緊張していた。私たちは彼の帰国の朝、役所で婚姻届を提出することに同意した。夫婦になろうとしているとはいえ、ほとんど面識のない私たちにとっては、やや滑稽にさえ感じられた。エイブリーは通話が終わるや否や電話をかけてきて、詰問するように言った。アマンダ、あんな高価なウェディングドレスを買う金はどこから手に入れた？俺の知らないところで何か怪しいことしてんじゃないだろうな。それに、今日のブライダルサロンでのお前の態度は、わざとステラを狙ってたんだろう？俺の婚約者に構うなって言っただろう？この数日、結婚式の準備で忙しくしてたのは、俺に結婚を強要するためだろ？何をしたところで、俺がお前と結婚することは絶対にないって言ってるだろ。オスカーとの通話が終わって気分が良かったところに、エイブリーに完全に台無しにされた。心底イライラして、私は言い返した。
エイブリー、これが最後の説明よ。私が結婚する相手はあなたじゃないの。彼は本当に頭にくる。どう説明しても彼は信じようとしなかった。その夜、エイブリーは Facebook を更新した。今月18日、初恋の人と婚姻届提出。友人の皆さん、私たちの幸せを見守ってください。よかった。彼らも婚姻届を出すんだ。運命のいたずらか、オスカーと私も同じ日に届けを出すことになっていた。エイブリーはこの数日、ステラと結婚写真の撮影で忙しく、私を煩わせることはなかった。婚姻届提出の日、私は数千万円もするウェディングドレスを着て、役所の外でオスカーを待っていた。私の姿を見て彼がどんな驚いた顔をするか考えると、思わず微笑んでしまった。余計なトラブルを避けたかったので、エイブリーとステラが中に入ってから車から降りるようにわざと待った。しかし、どうしても避けられないことが起きた。アマンダ？あなたですか？私の後に入ってきた男が声をかけた。それがすぐに前列で順番待ちをしていたエイブリーのグループの注目を集めた。まあ、今日はジアニと奥様の大事な日なのに、そんな清掃して？本当に熱心なストーカーだな。ウェディングドレスまで着て役所まで追いかけてくるなんて。騒ぎを聞きつけてエイブリーが近づいてきた。私だとわかると、彼の顔は軽蔑の色で曇り、叫んだ。アマンダ、ここで何してるんだ？そんな格好で？どこまで必死になれるんだ？そんなことしたって俺が結婚すると思うか？そう思ってるなら時間の無駄だ。俺がお前と結婚することは絶対にない。結婚するのはステラだけだ。そう言いながら、彼はステラを引き寄せ、挑発的に私を見た。私は呆れ返り、そしておかしくなった。私はきっぱりと言った。何度も言ってるでしょ、私が結婚する相手はあなたじゃない。こんな格好なのはあなたのためじゃない。私のフィアンセはもうすぐ来るから、私から離れてて。彼の友達は交渉し、私がエイブリーと結婚するために手段を選ばないと嘲笑い、私のことをストーカーの新境地を開いたとからかった。アマンダ、お前のその高飛車ぶりにはもううんざりなんだ。夢から覚めろよ。ジアにはもうすぐ婚約者と婚姻届で済んだ。そんなに結婚したきゃ、俺たちの中から誰か選べよ。正直言うと、俺もジアニのストーカーってのを一度経験してみたいもんだな。エイブリーはあざけるような冷笑を浮かべて、あざ笑った。そんなつまらない、味もそっけもない女に興味があるのか？やめとけよ、手に入れたいやつがいたらどうぞ。ただでさえ俺はもらいませんからね。エイブリーの侮辱的な言葉を聞いて、私の怒りは頂点に達した。私は手を挙げて彼を殴ろうとしたが、彼は私の手首を掴んだ。私は彼を睨みつけ、怒りで目を燃やした。エイブリー、理解できないの？前も言ったでしょ、今日私が結婚する相手はあなたじゃない。そして私がずっと結婚したかった人もあなたじゃなかった。彼は怒るどころか残酷なほど面白がって笑った。アマンダ、誰が信じるって言うんだ？お前は5歳の時から俺と結婚したがってたくせに、何年もクリスマスには俺に夢中だって騒いで、結婚まで強要しておいて、今更結婚しないだ？じゃあ、教えてみろよ。そのためにめかし込んでる相手はどこにいる？ずいぶん待ってるけど、まだ影も形もないじゃないか？私は彼の握りから手を引き抜き、顔を真っ赤にしていた。彼の侮辱的な言葉は私の目に涙を浮かべさせた。ちょうどその時、私の背後から低く響く声が聞こえた。エイブリー、彼女を離せ。